多かったので、今回かなりそこが難しかったのかなとは思いましたね。さあそれでは対戦カードを見ていきましょう。ルーザーズこのようになりました。柊剣ファンタの一戦、この後行われます。ボタンさん楽しみな、いや楽しみだなここは。はい、どちらが勝つんでしょうか。ね、もうプライドバトル的な。そうですね。本田対剣というね。本田対剣。はい。組み合わせ的にはどうなんですかね、キャラの。いや、やっぱり剣側がしっかり対応できれば、かなり対応が強いキャラクターなので、波動拳と昇竜拳で飛ばせて落とすみたいなことできるんですけど、それが難易度が高いんで、そこの精度ですね。100巻とか頭突きをちゃんと昇竜拳とかパリでしのいで、その後ちゃんと置き攻めしてっていう流れが綺麗にできれば、本田的にはかなり苦しい内容なんですけども、それが難しい。あと一先で対応しきれるかどうかっていうね、そうですね。に対してでそのファンタ側もちゃんとこうタイミングよくやってきてるんで、対応しづらいようにね攻めてくるんで、そのあたり注目ですね。さあこの2人の対決も見られる。柊剣、そしてファンタの一戦、一先です。ルーザーズ波動拳が刺さる。まず距離を作って波動拳、連打剣。波動拳打つことによって本田側が歩かなきゃいけなくなるんですよ。そうするとためがなくなるという。100巻で超えてきたが、オーディションレッパー。さあ再び波動拳をかわして入ってきたのはファンタ。さあ突き止めて中盤からゲラが入る。相打ちです。100巻入れ替わりましたよ。さあここもで返していく。さあまた距離を壁際に追い込んでいるんですが、取りました。これが最適だと。そうですね、かなり遠距離型ですね。剣は対応に回りたいというプレースタイルですね。すごい試合を見せてくれて、ドライブゲージがずっとパリしてるんで、これでも時間だけが減ってるんで。そうですね。大丈夫ですか。ファンタ的には悪くないですね。このままタイムオーバーになったらこれファンタの勝ちなんで。そうですよね。はい。ただドライブゲージがこれは全く回復しないんで、これ長押ししたいですね。長押しするかジャンプで本当はかわしたいんですが、そろそろ動けよっていうね。どうって考えてるんですかねこれ。考えてる。0秒になる可能性は結構ある。いやそうなんですね。これなるとね、タイムオーバーでファンタの勝ちなので、ファンタ的にはもうタイムオーバー狙ってるんじゃないか。ちょっとタイミングずらしてます今。そんなことないか。ちょっとずつねファンタのダメージなくなっていってるんですよね。確かに。お下がってようやくさあまたファンタのハリータイムが始まるか。剣は触れるか。上をかわしてローディー。これでは体力は入れ替わらない。龍にも大丈夫。投げてもタイムオーバー。めちゃくちゃうまいっすね。うまかった。ちゃんと攻めてくるの待ってたっていう、そういうことですね。いやまずは波動攻めを攻略したファンタになった。さあこれでファンタが王手。いいコンボだ。勝利権絡まったところオーディで入る。ガスパからか。いい距離。もう一回。しかしこれで勝利で返している。いいですね。さあまたどうするかタイム。さあこれどっち勝ってんだろうな。これなんか剣さんの方がちょっと多そうな気がしますね。剣のが少し勝ってんのかなっていうね。これ大丈夫ですかね。国人さん怒らないですかね。皆さんこれが獅子の杯です。いや多分国人の教えの可能性が高い。なるほど逆に。で強いって可能性ありますね。逆にこれをやるという。このまま今度こそタイムオーバーになる可能性も。ただね、ホンダ SS で球抜けれるんですよ。もしかするとそれをどっか狙ってくるかもしれないです。なるほど。さあそれを狙ってくるのか。して波動拳。確かにこれスーパー鬼無双をどっかのタイミングでギリギリのタイミングで打って体力入れ替えるみたいな、そういう可能性もあります。あとファンタならありえる。大手続きでも抜けれるんで。そうか、そうですね。さあただ99秒のうち1分ぐらいは皆さんにこれをご覧いただいています。もう勝ちたがり。勝ちたがり。手段は選ばない。一本勝負ですかねもう。そうですね。手段選んでられないんで。さあこれを剣として波動拳を打ち続けて負けるのは避けたいか。これたまにあるのがお互いが体力勝ちしてるって思ってる時あるんですよ。なるほど。なのでこのまま普通にタイムオーバーになる可能性もあります。やったー。けど遠い。いやしかしそれを待っていたかのように。さあ鬼百科から残り5秒。どうだ大いちょ入れ替わったか。入れ替わった。入れ替わった。これならタイムオーバーへのもんだホンダ。相撲でももはやストリートファイターでもないかもしれない。すごい一戦でした。では最後の畳みかけ方が相当良かったですね。良かった。良かったですね。結構SA2 狙って
ガオされてちょっとあってなんだろうな、はいはいはい焦っちゃうところだったんですけど、オーディ100巻で、はい、そこをなんかこう流れを渡さないようにうんすぐさま攻めに転じたのが勝因でしたね。あれ良かったですね。はいよかったファンタさん多分今すごい笑顔だろうな。いやーやっぱ記憶に残る試合をしてくれますそうですね、いい試合でね。したね。いい試合でしたね。いい試合だった。そして、情報として国2位は切れてる。多分何を教えたんだっていう話ですからね。切れてる、そっちか。教えたことと違うだいや、ろうっていう。そう分かんないですけど、何やってんだって話ですよ。ああ、なるほどね。分かんないけど、分かんないですよ。まあ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 どういう理由か分かんないです。確かにね。どっかで動かないとね、あれやりながら。ゲームが動かないですからね。いやー最高でしたね、やっぱね。いいもの見せていただきました。面白かった。はいやっぱりね、その後がね、ちょっあと悔いしか残らないんですけど、あ。うんうんちょっとおかしくなってしまって、やっぱり。おかしくなってしまった。おかしくなってしまいましたね。であんまりこういうこと言いたくないんですけど、はいうん剣とファンタのせいです。下のね、ルーザーズの下の方でありましたね。ありましたね。しまいますよ、あんな見たら。あんまり言いたくないんですけど。いやでもあれはあれでちょっと面白かったんでね。そう、でも今までの大会で一番楽しかったです。あ、本当ですか。ありがとうございます。本当一番に。笑けました。笑けました。ありがとうございます。はい、ぜひ本やっててください。当にはい。はい。はい、そして剣さんとファンタさん、もう記憶に残るね。すごかったね。もうまとめてですけど、ここは。皆さんすいません。本当に真面目にやったんです。練習をして。いや、本当だって99秒試合ある中で60秒ぐらい波動拳打ってああいたんで。う練習をしてったってことですか。あいや違います。本当に練習をしてなくて、なんか企んでんじゃねえかなと思ったらパニックになっちゃって、波動拳しか出なくなっちゃって。わかるよ。あれ、剣さん打ってる中でなんかこのタイミングでこうしてやろうかなとかなんかアイディアはあったんですか？端々だったんで、はいはいはい SS3 は当たらないっていうの分かってて、あー向こうからやるのを何か動いてるの待ってようかなって思った時に1ミリも動かなかったから、こいつ何か考えてんじゃねえかってパニックになって、これ企んでるってなってパニックになって、もうそのまんま最悪なことになって、ココニーさんから何か言われたっぽいコメントがあったんですけど、何か言われちゃったんですか？いや、国2からはもう本当に何も言われてなくて、ちゃんと急に俺がパニックになって教えとは反して自分で子供やってしまう。なるほどなるほど。なるほどね。まあでもそうなんです読み合いというか、打ってる間にちょっと冷静になろうみたいなありますもんね。本当にもうそれです。もうパニックになってしまいました。対して打たれてる側だったファンタさんはあの時は何を考えてましたか？いや途中で僕1番から4番部屋あって4番の部屋の方に入っちゃったかなと思ってトレーニングの。トレモノはいなんかトレモノかなと思ったんですけど、それからなんかもうなんか入れ替わって誰か違う人が入ってずっと波動拳やっちゃってるのかなと思って、いや今聞いたらもう本当に剣だったんだなって思って勝てて嬉しいですね。ワンタさんあれでもやっぱりワンタさんにだけは負けたくなかったのに俺は。いい波動拳だったよ剣。でも SA2 でっていうのはあったんですよね、アイディアとしては。ハンタさんはそうですね、ちょっと最後出したんですけどちょっとタイミング遅かってでもそれよくガードしたなって思ったんですけどね、ね、あそこからガードででもよく取り返しましたよね。あそこも攻めてまた。まあそうですね、ちょっともう一か八かみたいな感じになっちゃったんですけど、いやー100巻いって、はい、もうコメントめちゃくちゃ盛り上がってたんで、もう本当ですか？盛り上がってました。はい、もう獅子の廃止に残る名勝負になったんで。もう見ないでくれ。あれは。誰も見ないでくれ。いやいや、もう死ぬほど多分ねネットに出回ると思いますんはい、で、もう切り抜きたくさん上がると思うんで。次回以降の対策をぜひ練っていただければと思います。ありがとうございます。はいありがとうございました、読んでいただいて、はい、ありがとうございましいや本当にありがとうたご。ざいました。ありがとうございます。じわじわ減ってってるぞ。ファンタさん。いやファンタさん、今度はそっちが来い。ファンタさん来い。何やってんの俺は。しゃあざまみやがれ、そういうゲームじゃねえから。オッケ
やっちゃった。